呢位大叔用即影即有影過唔少女星同性感 model， 不過又唔好以為佢好有艷福喎。其實次次影相，太太都會喺現場幫手。佢影呢啲相就形容係可愛嘅性感，但背後原來仲關於日本當時興起嘅次文化 Gyaru。女子のための文化みたいな部分とか、日本ってすごくそういうの少なくて。由90年代嘅雜誌編輯到攝影師同依家嘅策展人身份，呢30年佢做嘢主要都係喺原宿。呢位地膽平時仲會捐窿捐罅喺原宿發掘一啲新嘅鋪頭。今次就由佢帶路睇下90年代美國街頭文化藝術對女原宿同埋佢有咩影響。地元みたいなものになっちゃうので、ここからどっかに移動するってことはあんまり考えられなくて。今集 Milk 嘅 Follow Me 就跟米原康正行原宿。はいどうも。ここはね原宿通りって書いてあるけど。地元の人たちはここはとんちゃん通りっていう名前で呼んでます。もともとねとんちゃんっていう居酒屋さんがあって、それでこことんちゃん通りっていうようになりました。80年代一啲日本潮流鋪會匿埋喺原宿通同由布道一帶，因為佢哋身處喺橫街小巷，鋪頭嘅外觀好似民居咁樣，一般人好難留意到呢個區域，所以呢度就被稱為女原宿。你係記唔記得自己第一次嚟係幾時嚟啊？35年から40年ぐらい前。お店がすごく全部変わってて、昔はもう本当この辺ってそんなに地元の人が住んでたりとか、こういうおしゃれなとこじゃなかったの、この通りは。昔はこういう小さいお店がここにいっぱい並んで、なんかそういうのがどんどんなくなって、大きいお店ばっかしになってきたっていうのが最近の状況。で、ここはベルベルジュンっていうそのヴィンテージの老舗です。もうずっと古くからやってるオールドタイムズショップじゃあこっち行きましょう。今日佢就帶我哋嚟呢間由當代藝術家曾田潺喺1995年創立，喺原宿專賣卡哇伊產品、七彩顏色嘅鋪頭，示範下係點影靚相。Let's go. Yeah, let's go. はい。もう一回。ちょっと待ってね。相信唔少人對於米原康正嘅印象都離唔開情色攝影大師呢個稱號。街見るとミニスカートにブルーソックスだったりとかっていう女の子がいて、いやこっちの方が絶対可愛いからこういう子を扱った本を作ろうよって思って作り出したのがこのブラシ。喺1995年日本潮流雜誌 X 創刊，佢就入咗去做編輯。做下編輯，咁點解會開始影相呢？其實就係因為每次影 model 嗰陣，雜誌攝影師 set 燈嘅時間太耐，佢冇嘢好做，所以就隨手攞部即影即有試下影。これをチェキで取り出したのよ。これはカメラマンが撮ってる間の時間に撮ったりとか。ただこのページがすごく人気があって。喺2008年，佢仲紅到潮流品牌都要特登揾佢影水着女星一齊出 T， 成為當年嘅經典潮物。佢每次影相都會先同被攝者傾下偈，培養下感情。咪以為佢成日影 model 就豔福無邊，其實佢太太兼經理人係每次影相都會監場，仲會幫手不停咁換菲林。ちょっと見てみていい？足いい。怖い。あ、つながるんだ。すごい。哇，すごい。好多男士對佢嘅印象，相信都係即影即有。當年佢喺雜誌係咁影呢啲相，帶起咗 Gyaru 辣妹呢個次文化。Gyaru 係英文 girl 嘅日式發音，其實喺1970年代開始 ，Gyaru 係身穿新時尚服裝嘅女性統稱。喺1995年，未滿18歲嘅安室奈美惠離開咗女子組合，以單飛形式出個人大碟，立即成為日本歌壇嘅超級天后，同時帶起咗小麥膚色嘅風潮，亦即係大家熟悉嘅涉谷系辣妹造型。呢種打扮加上當時涉谷109商場嘅店員力推，同埋雜誌嘅大肆報導，越嚟越多日本女仔模仿，涉谷同原宿就成為咗 Gyaru 文化主要嘅發源地。呢股辣妹風潮紅遍全球，而佢就係當時其中一位幕後嘅重要推手。おじさんたちに囲まれないようにギャルっていうのはもともとこういうのギャルだったんだけど、時間が経つと男に受けるためにギャルになるのよ。喺2002年，佢正式成為攝影師。嗰陣數碼相機仲未普及，就興用即影即有。チェキをこうやって出した時にテストのためにチェキで撮ってると思うから、みんな全然安心してるのよ。そのイエーイみたいな気持ちが撮りやすかったりとかしたからチェキ使ってて、もう今
今押しちゃったみたいなのが一番いい写真だと思ってて、僕ドキュメントじゃないとやっぱり写真は面白くないと思ってたりするので。呢啲相你哋滿唔滿意啊？最高ですね。もう完璧ってさっき言っちゃった。ね、完璧でね。係咪第一次咁樣被影啊？いや、チェキは何度かなんか他のところで撮ったりとかしたことあるんですけど、こんなに楽しい撮影は初めてです。影完相佢就帶我哋去佢成日當 office 嘅選物店 cafe 休息下。你覺得而家喺原宿見到嘅女仔同你以前喺影雜誌年代嘅時候見到嘅女仔有冇啲風格上有啲咩唔同？おしゃれな女の子って集まんなくなってて、おしゃれでも海外の人たちが多くて、昔みたいに原宿っていう感じの女の子たちがいたりはしなくなってきた。90年代至2000年代，每逢星期六日喺原宿都會見到好多型人。當年仲興起咗街拍嘅熱潮，而嗰陣時美國街頭服文化就開始入侵女原宿。佢喺當時亦開始中意咗美國品牌同街頭文化 ，cap 帽、T-shirt、短褲、波鞋就成為咗佢成日着嘅招牌造型打扮。スプリーム、いつもすごい行列ができたりしてて、地元の人っていうよりもここは結構観光の人たちがいっぱいわーって来るとこで、97年ぐらいからなんだけど、その時に僕シュプリームの服を着てたら、コニっていうかシュプリームの関係者の子に、シュプリームってスケーターことをやってるブランドだから、ヨネちゃんやってないんだったら着ない方がいいよって言われて、はい分かりましたって着なくなって、僕サーフィンやってたから、スケートボードよりもサーフィンの方がちょっと一回やったらスコーン転んでちょっと怪我しかけたから、もう怖くてやりません。デウス。カフェはね、事務所がもうすぐそばなんで、ここで打ち合わせさせてもらってます。はい、これです。いや、本当美味しいんだよ。いつも。呢個係你例牌嘅座位啊？ここ空いてればここ外で人が知り合いがよく通るんで。我見呢一度咧個 design 咧都好靚啦，你都好中意呢個 design 嘅。トリップスターっぽいっていうか。Tripster 係日本好出名嘅設計公司，由擁有好多身份嘅創作人野村訓史同兩位好朋友喺2004年成立。佢哋嘅客戶遍佈日本同埋亞洲。呢間鋪原本係開喺原宿嘅郵報度，不過喺2020年執咗。今年4月佢哋就搬嚟呢度再開返。咦？呢度2樓係咪仲有嘢㗎？お店に行きますか。ね、ちょっと見てみましょう。上面嗰層就係賣電單車元素嘅服飾同埋衝浪產品。10年間サーフィンやってたんですよ、僕ね。だから18から28までこういうの持ってました。友達のお前ちゃんです。 I was high school. 18歳の時だよ。そう。今いくつになったの？今32になりあら、はいはい。neighbors. ネバーズ。今次就由佢帶我哋去睇下美國潮流文化喺90年代係點樣影響咗成個女原宿。ここも昔は全然やっぱり人がいない通りで、コロナの後にすごいやっぱり人がいっぱい来だすようになって。郵報道係主要連接原宿同涉谷嘅街道，長度大概係800米。傳聞因為街道太窄，又似貓嘅額頭，所以佢個英文名就叫 Cat Street。でここが X ガール、X ラージ、要するにカーハートと、ベン・デイビスっていうのがビースティーボーイズが集めたブランドだったりする。依家嚟到另一間美國牌子嘅鋪頭，佢就話要幫我哋嘅主持揀翻套衫。これは？それと呢套就係佢揀俾我着嘅衫啦。啊，你點樣形容呢一個 look 咧？原宿このね X ガールの男版 X ラージ。喺1991年成立，呢個嚟自美國洛杉磯嘅街頭品牌，佢嘅設計主要係圍繞滑板、藝術同埋音樂。喺第2年，佢哋好快就嚟咗女原宿，開咗第一間日本嘅鋪頭，早過唔少女原宿潮流品牌。米原由嗰陣時開始已經成日嚟幫襯㗎啦。こうでございます。點解佢咁中意呢個牌子？就係因為呢對美國 hip hop 組合當年成日都着。米原喺嗰陣好中意佢哋嘅音樂同街頭造型。你幾時第一次見過米原先生
僕何回かお会いしますね。もう原宿で本当に歩いててパッてこう米原さん「お疲れ様です」って本当によく会ったりするので。因為依家做緊同藝術相關嘅工作，所以佢對街頭藝術特別有興趣。アーティストが作ってるブランドで去年お店ができて第1号店なんです日本の。咁你幾時識㗎？呢個 brand？ 2000年シェパードよく日本に來てたのよ。まず日本でダンって受けてで世界に広がったりとかしてる感じだったりするので。今日嘅女元宿同90年代一樣，都仲有好多唔同嘅美國品牌嚟呢度開鋪，因為女元宿始終都係日本嘅潮流發源地。依家我哋就由女元宿行翻出去元宿最知名嘅地標。你係咪成日去十字路口嘅？この辺はもうすぐぐる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 回ってるとこだからいつも。多分ねだから目的が違ってると思うんだ。別にここで買い物しようとかじゃなくてどんなものが出てるのかなとかどういう人がいるのかなってチェックしながら歩いてるから。對於咁多商場咧，有新商場咧，你有啲咩感覺啊？原宿ってやっぱり小さいお店がいっぱいあるから面白かったからあんまり大きいのばかしできるとその原宿っぽさがなくなっちゃうんじゃないかなと思って。依家嘅元宿一共有5個大型嘅商場，其中4個幾乎都係好多地方成日見到嘅連鎖鋪頭。但呢個喺1978年已經喺度，仍然仲有唔少特色小店嘅潮流商場，佢都仲會成日嚟。除咗衫褲、嘢食，呢度仲有藝術嘢睇。哦，こんにちは。はい、座って。イメージカラーで絵を描きます。呢兩位街頭表演者主要係靠賣唱、跳舞同埋幫人畫人像畫為生。你點樣識佢㗎？新宿の知り合いのお店の前でたまたま偶然会って似顔絵を描くことになりました。原宿でいろいろやってるからよかったらやらないかって声かけてもらってやりたいですって言ったらここに連れてこられてここ3年目なんだけど毎年2回やってもらってるからもう5回目これ6回目ここをプロデュースしてる人がやっぱり友達で要は原宿っぽいアーティストたちを集めるのを手伝ってほしいって言われて做下訪問，米原突然遇到香港 fans， 呢位仁兄咁啱嚟日本參加搖搖比賽，佢仲曾經喺 MM 嘅片出現過添。係米原先生咧就好多年前啦，咁佢影嗰啲女仔相咧就非常之靚啦，咁迷到我哋一班男仔啦，咁當然，咁嗰陣時咧佢影阿 Teresa， 我好記得嘅。當年佢影相、做雜誌，成日都要去元宿取材，所以佢嘅 studio、屋企同埋依家主理嘅其中3間畫廊都係喺元宿。今若いアーティストを探すのに要はなんでこの子が人気ないんだろうなとこの子は全然なんでみんなに受けてないんだろうな僕の仕事だと思ってたりしててでその子たちをフックしてちゃんとこう出せるようにっていうところでギャラリーがあって佢4間畫廊由1000yen到1000萬yen嘅藝術品都有，因為每個地區嘅受眾都唔同。全部のコンセプトっていうか全部の場所が違うアーティストたちが全部やってて売り上げがどうだとか一切考えずに、面白い子たちがあそこでやってくれるといいな。由1978年第一次喺紅本嚟元宿，到依家住同做嘢都係呢一度。佢連個 IG 名都有哈拉朱庫呢個字，證明咗佢對元宿嘅感情相當深厚。やっぱり最初にその原宿来た時から原宿って本当はもっといっぱいこう若いメンバーがこう集まって何かが生まれるっていう部分でできればそれをずっとこう体験して原宿かなんかを生まれるといいなっていうことでずっと原宿にもうだからこれだけ住んじゃうともう地元みたいなもんになっちゃうのでここからどっかに移動するっていうことはあんまり考えられなくてもう最後まで原宿にいようっていう気持ちはしてます。